皆さんこんにちは、山田優也の宮 D です。今日のテーマはですね、金若、中の神藤原の高平ですね、こちらに置いてありますけども、金若というとですね、パッと思いつかない方もいるかなというふうに思います。例えば、語録金本ですとかね、あとは金貞とかっていうふうに比べると、金若、金若、いますよね。っていう風になる人もいるかと思うんですけれども、新時のですね、香川では大変人気を博した名刀なんですね。そちらについて今日お話ししていきたいと思います。では早速、刀の方を見ていきましょう。さあ、こちらの金若ですね。非常にシュッとした姿で、なんと上品な印象を受ける刀かなというふうに思います。で、この金若はですね、非常に加賀、現在の石川県ですね。そちらの方で非常に人気を博した方なんですね。なので、いろんなこの逸話がですね、この金若にはございまして、まず一つは、加賀政宗なんていうふうに呼ばれたりするんですね。これに関してはですね、特にその、政宗と出来が似ているというわけではなくて、単純にその、人気の刀ですよね。人気の刀の代名詞みたいなものですね。いう感じでですね、加賀政宗というふうに、言われたりします。また、あと特徴的なエピソードで言えば、たとえ禄が低くとも、金若が持つ者には嫁をやるというような格言があるんですね。なかなかすごい言葉ですよね。なんて言うんでしょうか。あまり現代的ではないかもしれないんですけども、金若に対するそのブランド力ということも表現する言葉の一つではあると思うんですけれども、刀というのはですね、武器、それから、道具の一つというよりはですね、家の誇りであり、それからその武士を象徴するものでもあり、信用そのものでもあるというふうに、捉えることができますよね。こういった言葉の一つからもですね、日本刀というのは、単なる武器ではなくて、それ以上のもっと深いものがあるというところがですね、感じ取れると思います。いずれにしてもですね、非常に、この金若非常に人気でした。言ってしまえば、最強のモテアイテムなんていうふうに言えるかもしれないですね。金若というふうに召喚しておりますけども、名はですね、藤原の高平というふうに切ってあるんですね。これは初代金若の比較的晩年の作に、あたります。改名をするんですね。なぜ高平という名前に改名したかというのは、いろいろ説があるんですけれども、まずはですね、その古備前の高平に、憧れてそのような名前にしたというような話もありますし、あるいはですね、この金若のご先祖様がですね、影平とか、平がつく名前の方が多かったので、それにあやかって、自分の名前を高平として、古代の金若にはですね、有平とか、ああいったやはり平がつく名前を続けていったと。いうようなことも言われます。ですので、小備前の高平にですね、憧れてそのような名前にしたか、あるいは、ご先祖様の方にあやかって、高平という名前にしたかは、ちょっと定かではないんですが、これに関してはですね、本人しかちょっと知り得ない、わからないところかもしれないですね。現在は高平イコール初代金若とされていますが、江戸時代からの言い伝えでは、高平は二代金若であると言い伝えられていた時代もありました。しかしその後研究が進んで、加賀神道の初代金若はこの高平という説が有力になっています。そしてこの刀身の出来も大変素晴らしいんですけれども、刃文もですね、すぐ波長の組みだれで、なかなか雅な雰囲気がしてですね、で反りは浅いんですけれども、非常になんとも優雅な上品な印象を受ける刀だというふうに感じますよね。地金もですね、板目がこう流れていて、ちょっとかすだったような、肌ではありますけれども、これもまた刃文とマッチしていてですね、なんとも風流な印象を受けます。では、醍醐味であるですね、中子についても少し触れていきましょう。さあ、こちらの中子を一緒に見ていきましょう。ですね、見ていただいた通り、待ち送りされていますね。ということで、じゃあ今日の専門用語は、待ち送りですね。
基本的な言葉でありますので、今更説明されてもという方も中にはですね、いらっしゃると思いますけども、ちょっとお付き合いいただければと思います。見ての通りですね、この上から、加工されている様子というのが見て取れるというふうに思います。町送りとは、刃をヤスリなどで削り上げて刃長を短くする方法のことです。具体的には刃町と呼ばれる刃側の角の部分と胸町と呼ばれる胸側の角の部分をすり上げていって刃の長さを短くします。町を送るので町送りというわけです。したがって町送りを行った場合はその分中子が長くなります。なぜこのようなことをするかというとですね、この刀で言えばやはり金若名刀ですから、加賀の武士としてはこれはなんとか使いたいけれども、自分のこしらえには合わない、もしくは自分の身長には見合った長さではないから、これを町送りをしてですね、刃長を短くしてそれらに合わせた刀身にしたいということで、こういった加工をするんですね。我々現代人にとってみれば何とももったいないことをしてくれるなというところなんですけれども、当時の人の感覚としてはですね、それが普通であったようです。刀を実用品と見た上ではですね、もちろん自分に見合った長さにして使うというのは当たり前のことですから、こういった時代の刀に関してはですね、よくあることの一つでもあります。ですのでね、この刀については約2000以上町送りをして、刃を短くしているということなんですね。この刀は2尺3寸1分強ありますから、そうするとですね、この刀はもともと2尺5寸以上あった非常に長尺な刀ということになります。この点を踏まえてもですね、やはりこの刀はですね、注文打ち、特注品であることが、容易に想像できますよね。で、そういったところを見ていくとですね、この火は後火ですね。時代の火ではあるんですけれども、このすり上げを行った後に、ここから火を入れたということが想定されると思います。でもですね、錆色も落ち着いていて、非常にいいですよね。裏年季もございますからね。で、この元和8年3月3日というですね、年季の作が、重要刀剣にも入っております。この日にですね、撃たれた刀が他に数振りあるようですね。かといってですよ、この日に3振り連続で撃ったということは考えにくいですから、そうするとですね、銘切りの時に、こういった、比較的縁起がいい、3月3日というですね、日付を入れたということが伺い知れますよね。なかなか面白いと思います。これは個人的な話になるんですけども、私は刀はみんな好きなんですけどもね、嫌いな刀とか、こういうものは苦手だっていうのはないんですけれども、どちらかというと好みであれば、やはり琴で反りが深いものっていうのが、好みではあるなというふうに思ってたんですけども、やっぱこういういいものを見るとですね、その好みの範疇を超えてきますよね。やっぱりいいものはいいな、痺れるような良さがあるというのを改めて今回感じましたね。でですね、今回はもう一つの魅力です。こしらえがあるので、この話をしていきましょう。いろいろ見どころはあるんですけども、やはり柄ですね。柄がいろいろこれが面白くてですね、こちらに注目していきたいと思います。まずは、縁頭の金具ですね。これがなかなかいいんですね。非常に素晴らしいものです。そしてこの竹田菱ですね。いろいろとですね、指紋は種類がありますけども、これは一般的に竹田菱と言われる指紋ですよね。もう金若はもちろんですけども、こういった武田家、甲斐武田家ですね。武田信玄をはじめとする甲斐武田家、お好きな方も非常に多いですからね。そういった方もちょっと、おっと思うような金具ではないでしょうか。で、この金具はですね、いろいろこれが変わっていて、お話したいことがたくさんあります。まずその一つはですね、これは分解できる形の金具なんですね。この上下にですね、溝が入っているのが見て取れるというふうに思うんですけれども、ここから分解できまして、ばらせる仕組みになってるんですね。私も
いくつかしか見たことないんですけれども、いずれもこういった家紋入りの金具でしたね。こういった作りに、特に名前はないようなんですけれどもね、非常にユニークで面白いなというふうに思いました。で、それからですね、アップの写真じゃないと少しわからないんですけれども、これがよく見ると黒い模様が入っているんです。これは墨象眼と言われるものですね。こういった色金、渋市とかにですね、こういった黒い、赤銅などをですね、象眼して、で、削り出してですね、ただ象眼するだけではなくて、削り出して、こういった平面にすることでですね、まるでその墨で描いたような模様、柄を表現することができるというような手法なんですね。これなかなか珍しいです。そしてやっぱり味わいがありますよね。非常に凝っていて、遠くで見るとですね、この柄っていうのはわからないんですけども、ぐっと近寄ってみると、非常に手が込んでいて、墨が入っていて、このような見えづらいおしゃれというんですかね。こういうのが非常に粋だなというかですね、なんとも昔の人の心意気というか、センスというか、そういうものを感じる非常にいい金具ですね。で、塚ではもう2つあります。たくさん見どころがあるんですけども、まずはですね、この目抜きですね。これがちょっと謎なんですよ。詳しい先生に聞いたりもしたりですね。あとは、自分で調べもしたんですが、ちょっとわからなくて、こちら側は、尺状などの状なのかなというふうに思うんですけども、反対側がこの、馬の駒のようになってますね。これがちょっと何の道具かわからなくてですね、これは本当にですね、詳しい方いたらぜひぜひコメントで教えてください。勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、この使いとも非常に古くてですね、これは私今ちょっとこう触ってるだけでどんどんこう色がついてってしまうんですよね。なのでもう使いとか古くてもう風化してボロボロになり始めてるというようなものです。もう私も、今回の撮影に限って触っていますけども、あとはもう一切触らないように、現状維持したいというふうに思っておりますので、もしですね、この刀をお手元に加える方いらっしゃいましたら、ちょっとこの部分だけですね、気をつけいただければというふうに思います。で、少し残念ではあるのが、この唾とですね、切羽、これがですね、ちょっと現代のものに変わってしまってるんですよね。確かにこう、色合いはね、合っていて、これはこれでいいんだろうなというふうに思うんですけども、こだわる方はですね、好みに応じて、ちょっと唾と切羽を変えていただいてですね、楽しんでいただくのもよろしいかなというふうに思います。さあ、ということでですね、紹介させていただきました。この金若いかがだったでしょうか。年末年始ですので、これからですね、この金若もそうですけども、非常にいい刀、ポンポンポンと出していきますので、ぜひぜひですね、次回もご期待ください。今日はどうもご視聴ありがとうございました。